こんにちは、チャイコと申します。今回は先日実施されたジャストダンスプラスのスコアリングシステムアップデートについてお話しします。先月7月初めにジャストダンス公式 SNS でこのようなアナウンスがされました。要約すると、これまでいただいた皆様からのフィードバックを受けて7月から8月にかけてジャストダンスプラスの一部のマップのスコアリングシステムをアップデートしますという内容でした。チャイコさん、このアナウンスを最初に見たときどう思いましたか？はい、ちょっと、というか、かなり嫌な予感がしましたよね。ですよね。で、実際にアップデートが行われたわけですが、どのマップが対象になったかというと、こちらです。主に、これまで多くの人がハイスコアを獲得するのが難しい、採点基準がわかりにくくて踊りにくい、と思っていたマップたちです。それを踊りやすく改善しましたよ、ということなのですが、ここで、このアナウンスが出される約1ヶ月前に私たちがアップした動画の一場面をご覧ください。では逆に、ハイスコアが取れたら、全ジャストダンスユーザーから尊敬されるレベルで難しいマップはありますか？はい、代表的なのはこの3つだと思います。とにかくパーフェクトになる基準が分かりにくい上に、判定が厳しいので、普通にコーチと同じように踊っているのに、謎に OK が連発されるし、イスタンブールなんかは、ちゃんと動いてるのに謎に×がつくという、踊っていてわけがわからない状態に陥ります。もうこの3つは、その難解さこそがこのマップの特徴、みたいなイメージが定着しているので、私の勝手な意見ですが、このマップについては、変に踊りやすくスコアリングを修正したりしないで、ずっと難解なまま残しておいてほしい、なんて思っています。このマップについては、変に踊りやすくスコアリングを修正したりしないで、ずっと難解なまま残しておいてほしい、なんて思っています。ではもう一度、今回アップデートの対象となったマップの一覧を見てみましょう。はい。見事に3曲とも入っています。アナウンスを見た時の嫌な予感が当たってしまいましたね。はい。確かにこの3曲は昔から難しいというか、理不尽というか、意味不明なマップだったので、アップデートの対象になるのは納得なのですが、とうとう修正されてしまうのかと、私としては寂しい気持ちの方が強かったです。そうですね。では、実際にどのようなアップデートが行われたのかですが、あくまで私がプレイしてみた感想になりますが、パーフェクトになる基準が変更されたというよりも、今までパーフェクトになる基準の範囲があまりにも狭かったのが、広がったことにより、スコアが取りやすくなったのかなと思います。ですが、核となるのは、あくまでも従来のこの部分です。これまでに何度か、同じパーフェクトでも、その動きの出来によって獲得できるスコアが変わるというお話をしました。なので今回アップデートされたマップたちも、この辺りでパーフェクトを取るよりは、従来のパーフェクトの基準に近い動きができた方が、より良いスコアがもらえるようになっているのかなと感じました。では、せっかくなので、いくつかマップを見ていきましょうか。はい。まずレディー・ガガ様です。この2曲もパーフェクトの基準が緩くなったことによって、以前よりもだいぶ踊りやすくなったのですが、それでもまだ難しい部分は残っている印象です。で、前から薄々気づいてはいたのですが、今回この2曲をプレイして、改めて、ガガ様の楽曲は踊るのが難しいなと感じました。これは私だけかもしれませんが、自分ではちゃんと拍子に合わせて動いているつもりだけど、実は全然合っていなかったということがあって、ガガ様の曲には独特のノリがあって、それをちゃんとつかまないと踊りこなすことはできないなと思いました。こういうアーティスト特有のノリをつかもうと思ったら、本人が歌っている映像、ミュージックビデオもそうですが、ライブ映像なんかを見るとすごく参考になりますよね。はい。耳で聞くのと同時に目で視覚的に感じるというのも大切ですよね。次はクイーンの Another One Bites the Dust です。この曲は2種類のマップがあって、今回両方ともアップデートの対象になりました。この2つを改めてプレイしてみて、対比がすごく面白いなと思ったのでそれをお話しします。まず、このボクサーバージョン、踊る際のポイントは、ボクシングらしく、点のタイミングを合わせることが重要です。この動きも、ブッ、パッ、ブッ、パッ、トパッのタイミングがぴったりと決まるとすごく気持ちよいですよね。一方、スタントバージョンですが、こちらは点のタイミングに加えて、線の動きがすごく重要視されている気がします。マップの背景に描かれているように、ハイウェイを走る車に乗っていて、周りの景色が前から後ろに高速で通り過ぎていく光景、これをしっかりイメージしながら踊っていただくと良いと思います。ここの動きも、ただ手を払えば良いというわけではなく、車がスッと走りすぎるように、手を滑らせるようにして動かすのがポイントです。
リング上のボクサーとハイウェイを走る車、それぞれのマップのイメージがしっかりダンスで表現されていて、同じ曲でも解釈でこんなに変わるんだと、プレイしていてとても面白かったです。次はバンダラングのエクストリームバージョン。これもだいぶ踊りやすくなりましたね。はい。私もこれまでどう頑張ってもパーフェクトが取れない箇所があったんですけど、それが改善されたので、ストレスなく踊れるようになりました。とはいえ、本当にちょっとタイミングがずれただけで、判定がスーパーに落とされてしまうので、一瞬も気が抜けないです。このマップは一時期かなり真剣に練習したので、その甲斐もあって、フルパーフェクトは取れました。でも現状、13,300点のお題にはあと一歩及ばず、という悔しい状態なので、もうちょっと踊り込んで頑張ってみようと思います。それにしてもこのマップ、本当にかっこよいですよね。曲もダンスも全てがかっこいい。はい、私も歴代のエクストリームのマップの中で、これが一番好きです。次はさよなら。これは以前の Q&A の動画でも取り上げたように、ジャストダンスの収録曲の中で一番テンポが速い曲です。なので高速で動かなくてはいけない。なのに判定が超絶厳しい。という鬼のようなマップだったのですが、これも今回のアップデートで踊りやすくなりました。これまではなんでパーフェクトにならないんだろう。何がダメなんだろうと思いながら踊ってましたけど、パーフェクトが取りやすくなったおかげで、曲を最大限に楽しんで踊ることができるようになりましたよね。はい。思いっきり体を動かせるようになりましたよね。次は、I love rock'n'roll です。このマップに関しては、判定基準が修正されただけでなく、判定の対象となるムーブが増えました。このアドリブでギターを弾くような動作、アップデート前は判定の対象になっていなかったのが、アップデート後は判定がつくようになりました。これはちょっと驚きましたよね。はい。あ、こんなところも変えてきたんだと思いましたよね。ムーブ数の変更があったマップは他にもあって、私が気づいたのは I Want You Back とボンボンです。この2曲はすみません。アップデート前の映像を撮っていなかったので比較をお見せできないのですが、I Want You Back はここのパートのムーブが減っていて、ボンボンはここのパートのムーブが増えていました。なので、単なる判定基準の変更だけではなく、こういった判定対象のムーブ数の調整が行われたマップもあるようです。では最後は、この3曲です。まずイスタンブール。これもめちゃくちゃ踊りやすくなりました。アップデート前とアップデート後の比較をご覧ください。アップデート前の謎に×がつくのは何だったんでしょうね。はい。本当に何だったんでしょうね。これまでは判定基準が謎すぎて、初心者にはおすすめできないマップの一つだったんですが、今回改善されたことによって、初心者の方にもおすすめできる、というか、おすすめしたいマップになりました。ダンス自体はすごく楽しいですからね。はい。そして、セクシー&アイノーディットと、シーズゴットミーダンシング。この2つは、ジャストダンス2022以前にあったサブスクリプションサービス、ジャストダンスアンリミテッドでプレイしていた当時から、メガスターを取るのさえも難しくて、私たちもこのマップをプレイするときは、踊るというよりは、戦うという気持ちで臨んでましたよね。散々苦労しましたよね。はい。で、今回判定基準が修正されてしまったわけですが、それでも、先ほどお話ししたように、核となるのはこの部分だと思います。私たちもこれまで何度も繰り返しこのマップをプレイしてきて、パーフェクトの基準がここにあるんじゃないかというのはなんとなく想像できていました。なので、スコアリング修正後もここに近い動きができて、ミスしやすいところでも、このタイミングでこういう風に動けば確実にパーフェクトが取れるな、というのがすぐわかりました。修正前に攻略できなかったのは残念ですが、数年にわたって戦ってきた成果は出せたのかなと思います。これまで苦労してきた時間は無駄じゃなかったって思えましたよね。はい。で、ここからは私の一個人の意見になりますので、興味のない方は聞き流していただきたいのですが、こういったスコアリングシステムの変更がされることについて、良い面と悪い面をお話しします。まず良い面は、判定基準があまりにも分かりにくくて、難しいと感じながら踊るより、基準が分かりやすいというか、プレイしていて納得のできる判定をしてもらえた方が、ストレスなく踊れて楽しいということです。簡単にしすぎてしまうと、それはそれで問題かと思いますが、より多くの人が楽しんで踊れるように改善されるというのは良いことだと思います。一方、悪い面です。
難しいマップは、たとえその判定基準が理不尽だなと感じても、私たちプレイヤーは何とか攻略しようとします。いろいろ考えて、試行錯誤を繰り返して、少しでも高いスコアを取ろうと頑張ります。それを後から、修正しました、踊りやすくしましたと言われても、良かったと思う反面、どこか釈然としない気持ちは残ります。まあ、今回のアップデートは、これまで苦労してきた分は、ちゃんとスコアに反映してもらえていると思えたので、その点は報われましたが、こんなことを話して何が言いたいのかというと、ジャストダンスの制作チームの方には、今後追加される曲は後で修正する必要がないよう、事前にしっかり精査していただきたいということです。また、ここはこうやって踊ってほしいという明確な意図があって、かつ、それがダンスとしてちゃんと理にかなっている。ここは大事ですね。はい。けれど、プレイヤー側がそこに気づけなくて、結果難しく感じられているという部分については、決して変えないでほしいなと思っています。過去の動画でもお話ししたように、私はハイスコアを取るということは、制作側がどう踊ってほしいと思っているのか、その意図を探る作業だと思っています。なので、制作者の皆さんも、こう踊ってほしいという明確、かつ正確な意図を持って、それがより良い形で反映されるような、スコアリングシステムをぜひ追求していってください。などと、素人が生意気なことを言って申し訳ない気もしますが、この動画のまとめです。制作チームの皆さん、私たちはジャストダンスは、他の音楽ゲームにはないダンス表現を味わうことができる、唯一無二のゲームだと思っていますので、これからも良いコンテンツを作り続けてください。よろしくお願いいたします。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。私たちのチャンネルも、いつかジャストダンスの制作者さんたちに見てもらえるようになったら良いですよね。はい。それにはもっと多くの人に見てもらえるような動画を作って、チャンネルを大きくしていかないとですね。再生数まだまだですもんね。頑張りましょう。はい。